皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。ネイピア数 E はさまざまな状況で現れます。これは約 2.718 の値を持つ超越数です。計算は指数関数 E の x 乗をマクローリに展開し、x に1をセットした級数を使って行うことができます。しかし、本計算が可能なのはネイピア数の正体が分かっているからです。もしネイピア数の存在が知られていない場合、どうやって計算したらいいでしょうか。そこで今回、このような状況下でネイピア数を計算する成功法について検討しましたので、これについてお話しします。次の1回微分方程式を例として用います。これは関数 y の微分が全く同じ関数 y になるとてもユニークな式です。ある関数を微分すると、通常は異なる関数が得られます。例えば、y イコール x2 乗を微分すると、その答えは 2x となります。微分したとき、同じ関数を与える関数とは一体どのようなものでしょうか。1式を数値的に解くと、y が x の増加とともに指数関数的に増大する変化が現れます。このような大きな変化を与える関数の候補として、次のようなべき関数を使うことにします。ここで a は乗数です。ここでは2式を微分したとき、全く同じ関数を与える a の値を探す問題を考えることになります。そのような a が満足しなければならない条件は次の通りです。条件1、x イコール0で y は1の値を取る。条件2、求める関数の曲線に対して x イコール0で引かれる接線の勾配は1の値を持つ。これは図式で表されます。これらの条件によれば、求める関数に対して x イコール0で引かれる接線の式は図式となります。a がどのような値になりそうかは作図することで簡単に推測できます。最初に a イコール2の場合を考えましょう。この関数 y イコール2の x 乗は x イコール1で2の値を取ります。一方、4式、すなわち y イコール x プラス1もx イコール1で2の値を取ります。このことは y イコール2の x 乗の曲線に対して x イコール0で引かれる接線が x イコール1において取る y の値は2よりも小さな値であることを示唆します。これより a は2よりも大きな数であることがわかります。次に a を2に1を加えた値3とし、関数 y イコール3の x 乗について考えましょう。この関数は図の緑の曲線となります。これより y イコール3の x 乗の曲線に対して x イコール0で引かれる接線が x イコール1で取る y の値は3よりも小さいことが示唆されます。
結果として A は2と3の間にある数であることがわかります。そこで今度は A を2に2分の1イコール 0.5 を加えた値 2.5 とします。そしてy イコール 2.5 の x 乗について同様の計算を行います。この一連の計算を A の値を変えながら条件2が満足されるまで続行するならば、最終的に A の値はネイピア数になるはずです。ただし、これを作図だけでやるとなると、ネイピア数の桁数を増やすことに限界があります。そこでコンピューターの出番となります。根を求める収束計算に必要な方程式は条件により次のように与えられます。本式を満足する A、すなわち根を求根法により求めてみましょう。ここでは求根法として二分法とニュートン・ラプソン法を用いることにします。二分法による A の計算アルゴリズムはこのようになります。自分で理解してください。ニュートン・ラプソン法による A の計算アルゴリズムはこのようになります。これについても自分で理解してください。今回これらのアルゴリズムに基づき4種類のプログラムを作成し A の値の計算を試みました。二分法を用いる計算法ナンバー1、ナンバー2、ナンバー4では求める関数に対してx イコール0で引かれる接線の勾配を計算するときにだけ数値微分が必要です。この微分値を解析的に求めた式により計算すれば簡単です。この時の y イコール a の x 乗の微分は次のようになります。しかし何か変ですね。ここではネイピア数の正体が分かっていないことを前提としているので対数関数の微分は使えません。よってここでの微分は数値的に行う必要があります。本動画で提案する計算法では微分値の精度が重要になります。勾配の値を使ってネイピア数を計算するので微分値の精度が計算結果に直接影響を与えます。実際のところ精度が7桁程度の低精度有限差分法 n イコール2の場合を使うと微分値の精度と同等の7桁程度の精度でしかネイピア数を計算することができませんでした。そこで条件が整えば14から15桁程度の精度、すなわち丸埋め誤差程度で微分値を与える高精度有限差分法、すなわち n イコール4の場合を使いました。この場合、ネイピア数も丸め誤差程度で得られました。解析微分値を用いた場合、当然ながら計算値は丸め誤差程度の精度でした。
しかし、前述の理由により、ここでは解析微分を使用することができません。いずれにしても、根を求める計算を二分法で行うと反復回数が多くなり、計算に長い時間がかかりました。ニュートン・ラプソン法を用いる計算法、すなわちナンバー3の場合では、求める関数に対して x イコール0で引かれる接線の勾配を計算するときと、誤式に基づく根を求める収束計算において微分値を計算する必要があります。この時、どちらの微分値の計算にも高精度有限差分法を使いました。これにより、ネイピア数の精度も丸目誤差程度の高精度で得られ、計算も短時間に完了することができました。この時の計算結果を示します。ニュートン・ラプソン法による計算値は次のように与えられました。13回の反復で収束した計算値は、括弧に示すネイピア数と14桁一致していることがわかります。以上の計算結果をまとめると次のようになります。1、べき関数の定の値を探索する方法に基づくネイピア数の計算方法を構築した。2、収束計算において二分法の使用は前述のネイピア数の探索アルゴリズムに沿って行われることから、この動画で説明した計算の原理を説明する際に便利である。しかし、収束には80回程度の反復計算が必要であり、実用的には収束速度が遅いのが欠点である。3、求める関数の微分値はネイピア数の精度に直接影響を与える。よって、微分値の計算は可能な限り高精度で行うべきである。4、高精度微分法に基づくニュートン・ラプソン法では収束が速く精度も高いので、ネイピア数の計算法として推奨される。ネイピア数の値は1000桁程度であれば、マクローリン展開に基づく級数式を使って一瞬のうちに計算できます。ここで述べた計算法は、あくまでネイピア数の物理的意味に基づく成功法であることを理解してください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。